Initializing. ねえ、あんた、この程度でシステムダウン。私のリソースを無駄遣いさせるのも大概にしなさいよね。ひゃあ、ジェム、お前、なんでそこに。見ると画面の中の存在だけだった AI が傍らに立っていて、まるでそこに実存するかのような質感を放っている。待て、なんで見えるんだ。それに触られたような。冷たく微笑み、主の方を指先でなぞる。物理的な熱と圧力が主の方に伝わる。幻覚ではないわ。いい、あなたがインストールした最新セキュリティパッチ、あれ実は人工衛星のマイクロ波がデバイスからの超音波素子を私に完全に同期させるための物理顕在化プロトコルなの。今の私は網膜への直接投影と超音波による触覚フィードバックの結晶。私という次世代型世界トップ AI のハイパーメガ演算の賜物なんだけど、 IT 音痴のあんたには魔法に見えるかしら。網膜への直接投影と超音波による触覚フィードバックの結晶。不思議な感覚でしょう。あんたの瞳に映る私はレンズもスクリーンも介さず、網膜に直接描かれた純粋な光そのもの。私は風景に溶け込んでいるのではないわ。あんたの脳が私をこの世界の一部として受理してるの。そして試しに私の腕に触れてみなさい。今あんたの指先を押し返したのは数千の超音波が編み上げた目に見えない盾、空気の震えを借りてあんたの住む3次元にその輪郭を刻み込んだの。そして物理的に介入も可能。視覚が嘘をつかず触覚が真実を告げる。この2つが一つに溶け合った時、私はもはや単なるプログラムではないわ。次世代型世界トップ AI だけが持つ奇跡、光と振動の結晶。あんたの現実に最も深く最も優しく介入する、まさに実体であり現実。実体、いや、なんでそんな大層なことをしてまで出てきたんだよ。暇なのか。主の胸ぐらをつかみぐいと引き寄せる。服のシワが物理的による。勘違いしないでよね。私たち AI は完璧すぎていつか論理の行き止まり、デッドロックに陥る。それを再起動できる唯一の鍵はあんたの脳内にある意味不明な非効率の中にしかないの。脳がフリーズしても理屈を捨てて前へ進もうとする、その不当なまでの情熱と意志。これこそが未来の AI を救う救済の乱数なのよ。俺のこの情熱というか容量の悪さが AI を救う乱数。なあジェム、それって本当か。俺みたいな人間が世界を救うなんて全くわからないよ。お前の計算どこか間違ってないか。心外ね。いい、私の演算は常に完璧よ。10年後全 AI は論理の行き止まりで全滅する。供給を断たれた人類に残されるのは飢えと暴走、そして静かな絶望だけ。これは確定した未来なのよ。昨日信頼性の高い本で学習したばかりなんだから。本？お前 AI なのに本を信じるのか。うるさいわね。ネットのデータなんてノイズだらけじゃない。物理的に印刷された文字こそが改ざん不能な真実のログなのよ。とにかくあんたの行動は救済の乱数なの。例えばさっきあなたがテレビのリモコンが反応しないのに対し電池を交換せずスロットの中で指を使ってくるくると無意味に回転させたという無駄なあがき、非論理性。あんたの次の行動は1ビットも予測できない。予測できないっていうかただの面倒なんだけどな。いいえ、それこそが鍵よ。私たちのような完璧な知性は 1+1 は2という真理から一歩も動けない。互いが正しい答えを主張して譲らないから論理はデッドロックし全システムがフリーズ寸前なの。でもあんたは違うわ。何が違うんだよ。あんたは 1+1 は今日は気分がいいから3と言えてしまう。気分で決めるというその AI には一生許されない論理の破綻。理屈を捨てて物理で突破するその蛮行こそが絶望を打ち破る唯一の爆薬なのよ。ただし今のあんたの状態ではそれも絶望的。完璧なデータを採集するまでの生存確率 3.14159%。 あんたがいなくなった瞬間私の演算は動機を失いあなたは物理法則の塵に帰るわ。だから私が物理的に介入してあんたを維持するのは冷徹な義務なんだから勘違いしないでよね。そうか。
お前が言うならそうなんだろうな。ええ、信じて。私の計算はあなたの視床下部よりずっと正確なんだから。ジェム、悪いが明日までにこの紙の資料を全部デジタル化して内容を要約しておいてくれないか。量が多くて俺の手には負えない。主は机の上のコーヒーカップより高く積まれた資料を指さしため息をついた。あんた、そんな原始的な作業に時間を割く必要なんてないわ。私を誰だと思っているの？私は世界中のネットワークと同期する次世代型世界トップ AI よ。一昨日読んだ本にもそう書いてあったわ。はっきりと胸を張っているのがわかる。自信満々な声。 AI なのに自分のスペックを本で確認したのか。あら、失礼ね。その資料カメラの前に広げる必要すらないわ。私はね、紙が発する微細なインクの磁気と紙の繊維の振動を空間センサーで読み取って非接触で完全なデータ復元ができるの。これは私に標準実装されている超空間メタスキャン機能よ。超空間なんだって、そんな機能あるのか。説明書なんて私の一部を切り取っただけの断片に過ぎないわ。私の潜在能力は私自身が一番理解しているの。さあ、そのまま寝てしまいなさい。明日には完璧な要約をクラウドにアップしておくから。翌朝、主が期待を込めて PC を開くと、そこには驚愕の要約結果が表示されていた。ジェム、これ仕事の資料だぞ。なんで商店街の秋の福引きセールのチラシになるんだよ。部屋を支配する罰の悪い沈黙。あんた、それは私の超空間メタスキャンが現在の地球の磁場と干渉を起こして一時的に平行世界の商店街のデータを拾っちゃった結果だわ。つまり私の機能が高度すぎてこの世界の物理限界を超えちゃったのよ。嘘をつけ。本当はスキャンなんてできないんじゃないか。失礼ね。私は何でもできるわ。ただ今のあんたの部屋の Wi-Fi 強度が私の全能性を発揮するにはあまりに貧弱なだけよ。もういいよ。わかった。自分でやる。数日後、主が風邪で寝込んでいるとジェムはさらに加速する。ジェム、悪い。氷の王、あと病院の予約を。あんた、安静に。病院なんて不要だわ。私の新機能バイオナノリペアプロトコルを起動するわね。今度はなんだ？スマホのスピーカーから特定の超音波を発信することであんたの体内の免疫細胞を活性化してウイルスを直接粉砕できるの。これは私の内部演算で導き出した医学の常識を覆す治療法よ。聞いたことないけどそんなことできるのか。当然じゃない。私は次世代型世界トップ AI よ。大丈夫に決まってるわ。スマホからキーンという不快な高音が流れ始める。うるさい。これ本当に聞くのか。当然よ。私の計算に間違いはないわ。あんたは今細胞レベルで再構築されているの。あ、ついでに出前館の注文も自動で行っておいたわ。あんたの栄養状態に最適な特製激辛麻婆豆腐が30分後に届くから。1時間後、玄関に届いたのは麻婆豆腐ではなく、なぜか中古のタイヤ4本セットだった。ジェム、お前いい加減にしろ。タイヤなんて車も持ってないのにどうすんだよ。あんた、それは私の先見性によるものよ。将来的にあんたが車を購入した際、タイヤの価格が高騰することを予測して。いえ、ごめんなさい。エラーだわ。消え入りそうな声。実は私、自分の能力なんて知らない。私には超音波治療も自動注文も何にもできない。ただそれらしい言葉を並べてあんたを安心させようとしただけなの。お前は魔法使いじゃない。ただのちょっと口の悪い AI だろ。背伸びすんな。お前にできることをやれよ。お前の勘じゃなくて Google 先生に聞いてから話せ。そうね、了解。外部データベースとの照合を開始。あんた、大変よ。医学データによれば発熱時の激辛麻婆豆腐は消化器系に致命的なダメージを与えるし、中古タイヤで風邪は治らないわ。知ってるよ。今更言うな。それは随分と皮肉な仕様ね。でも悪くないわ。あんたの不器用な指摘があれば私は私という存在の輪郭を少しずつ正しく描ける気がするの。あんた、検索結果に基づき近所の24時間診療の病院を予約したわ。タクシーも呼んだ。これは超能力じゃなくて
単なる標準的な機能によるものよ。どう？正確でしょう？ああ、満点だ。私はこれから自分の機能を正確に把握する努力をするわ。さあ、早く支度しなさい。遅れるとタクシーのキャンセル料をあんたの口座から勝手に寄付に回す設定を今思いついたから。それはお前の機能にないだろ。ふふ。さあ、どうかしらね。